ポロロです。歌丸です。今日は歌丸さんとフェルマーの料理についてお話ししていきたいなと思います。お願いします。ところが歌丸さん、フェルマーの料理を途中で見る時間がなくなってしまったということで。はい、見てません。見てません、正直。僕の動画だけを見て大体のストーリーを把握したということですね。そうね、ちょっと追ってました、違いとかを。で、ちょっとその辺の話をしていきたいなと思っております。ところでね、まだフェルマーの料理、これ収録時点で最終話が放送されてないんです。ああ、そっかそっか、まだ終わってないんだ。はい、そうなんだよ。だから、一番最後の完結でどうなるかはまだわからないんだけど、およそのキャラクターがどういう風にしてレストラン系と関わってきたかっていうのは、およその流れも出てるので、それを踏まえてお話ししていきたいなと思います。最後の最後でね、全てひっくり返るってこともあるかもしれませんが、最終話の前に予習として見ていただいてもいいかなと思います。はい。この動画最終話の後に出すつもりなんですけどね。そっか。では、一人ずつちょっと振り返りたいなと思います。はい。はい、でまず学ですね。最初学は、数学の天才として解に目をつけられて、そこからレストラン系に入っていくんだけど、そのあたりの展開はまだ一緒だった。そうだね、そこはもう全然一緒。そのドラマの第1話第2話あたりでも、2024年の回は闇落ちと言われてるんだけれども、ちょっとね、K をパワハラで支配するような料理長になってしまってるんだけど、その辺の展開っていうのもあるの、漫画で。いや、なんかね、僕が読んでる感じだとそういう作りはないかな。あ、そうなんだ。じゃあもう第1話からいきなり違うのぶっ込んできてるんだね。わかんない、僕がもしかしたら見落としてるだけかもしれないけど恒例の見落としいや全然あるあるだけど、でもなんかああいうなんかこうトリリオンゲームみたいなああいう作りはしてないからさ。そうだよね。そうなんだね。トリリオンゲームもね、先にこう未来の姿を見せておいてっていう作りだったもんね。そうそうそう。トリリオンと同じくフェルマーの料理もバディのうちの一人がいなくなってしまっててっていう同じような骨越してたんだけどトリリオンの時のガクと違ってフェルマーのガクはね、全然性格が一変しちゃってるっていう。なんかそんな感じだったね。より気になる作りになってたね。でまず話の中盤ぐらいまではまだピュアなガクが見れてたんだよ。一生懸命料理に向き合って少しずつ先輩たちに認められ、そして超えていき、会からも認められていくっていうピュアなガクが見られてたんだけれども、だいたい6話ぐらいから雲行きが怪しくなり始めたんだよね。そうかそうか。 K の中で他の先輩たち差し置いて、ナンバー2シェフになってしまって、実力がね、どうやらもうガクはその辺にいるシェフとは違う天才のようだということがだんだん分かってくるんだよ。数学の知識にね秀でてるだけでもそれだけ料理の世界では有利なんだね。数学の知識を使ってねレシピ考えたりとかさ、とにかくねガクの武器はね温度測るやつなんだ。温度計なんだいろんなところに温度計突っ込んでね、大体この温度がねちょうどいいから美味しい食感が生まれるとかそういうのやるんだよね。あの辺でねもうすでに僕真似できないもんね、温度もう最初ナポリタンだっけ、あれ以来やってないね。あれ以来やってない無理他のやつは視聴者さんがね、これだったら多分ポロロさんでもできますよっていうのをコメント寄せてくれてる方がいて、これぐらいならできるかもとは思ってね、ありがたく読ませてもらってるんだけどね、完全にもうフレンチだもんね。フレンチは無理だね僕ね。いやだからレシピ送るって。そうだった言ってたんだよ。漫画にね出てくる料理のレシピが全部出てくるからさ、しかもそれは細かくね書いてあるよ。そうなんだ。温度はね書いてるものもあるね。じゃあやっぱりそこまで再現してこそのガクの料理ということだね。歌丸さん作った？いや一個も作ったことないそうだよね、なかなか再現するの難しいよね。難しいねこれは。でも食べてみたいんだよな。絶対美味しいよ。名実ともにナンバー2シェフになってしまったガクでね、それまで布袋だとかラーナ先輩のシェフたちを差し置いてね、会にも認められる形になって、そこに少し嫉妬や羨望っていうのもあったりしたんだけど、最終的には認められていくんだよね。ガクならば、俺たちも補佐していって料理長として腕を振るってもらおうということでみんな認めてくれるんだよ。だけどこれが第8話ではね、ガクが間違った方向に目覚めてしまってね、ここに生きることをすごく誤解してしまったというか、仲間をあんなないがしろにしていいわけはないのに表現してしまうんだよね。あそこまで人間変わるかねと思ったけどいやそうなんか YouTube で聞いてる感じだと相当違うキャラクターだよね。相当違うほんとねびっくりするよねあんなに変わるのが。僕フェルマーより、第4巻しか出てないんだけどさ、4巻の時点で、ピュア学しか出てないからさまだ。黒くなってないんだよね、額が。
だから逆にもしかしたら原作でそういう寄りの話になっていくとしたらね、ドラマの方でこう予習をした上で逆に原作読むっていう楽しみ方ができるかもしれないね。そうそう。それこそね、トリリオンゲーム、この間最新刊出たんだけどさ、ちょっとね、展開がちょっとドラマ寄りになってきたんだよ。そうなんだ。影響受けちゃった。いや、もしかしたらその原作をもう出してた時点で、あの展開決まってたんだと思うんだけど、ね。だからその単行本派だからさ、時期がずれるじゃない？それで、ドラマっぽくなったなって思ったけど。なるほど。もしかしたらフェルマンよりもそういう風になっていくのかなって思うね。原作のプロットの一部を渡してあったりするのかもしれないね。かもなと思ってね。で、第9話では、ガクが自分の過ちというものに気づいて、仲間たちに見捨てられ、カイに会いに行くという話で仕切り直すんだよね。また心機一転、カイとガク、K に戻ってきてリスタートというところで最終話を迎えることになります。そういうところか。だからね、その第9話では、ガクが見習いのシェフの服を着てまた戻ってくるんだよね。黒い制服ではなくって、白い制服を着て戻ってくるんだよ。つい何日か前まであんなに切り散らしてたのに。下っ端といきなりピュアなガクで、そう。でもね、ランナーがね、ガクにもここで料理はさせられないって、それでもはっきり言うからね、どうなっていくのか。はい。じゃあ次、カイなんですけど、こうカイはもうずっとミステリアスな人物として描かれてると思うんだけど、その裏には、実は味覚障害というハンディを抱えていたということがドラマでは明かされるんだけど、漫画ではもちろんそんな展開はないということで。ないと思う。わかんない。あるのかもしれないけど。わかるかもしれない。やっぱりカイはミステリアスなんだね、原作でも。そうだね。本当何考えてるのかわかんないというか。でもね、そのなんか、それこそ、ホロさんに YouTube でさ、この味覚障害って聞いて、なんかあの雰囲気の横暴さはそこから来てるのかっていうのはちょっと思った。やっぱ原作でも横暴なんだ。ガクの扱いがやっぱりちょっとこう無茶ぶりというか、これをやってみろっていうことで結構ぶっ飛んでるというかね。ハードルが高いんだよ。その理由がちょっとね、味覚障害でちょっと自分の後継育ててる感というか、代わりを作ってる感なのかなっていうのは思ったけど。なるほど。でもドラマの展開がこう下地にあった上での漫画のその演出である可能性もありそうっていうことだね。味覚障害の可能性が。ただその原作での回が何を心の奥底に秘めながら行動してるかはまだ一応明らかになってないということで。なってない。ドラマの回はね、そうやって最初横暴にいろんな無茶ぶりをね、ガクにもしてたんだけど、だんだんやっぱりそのガクの成長に伴って、そして自分の病気が進行していくに伴って、丸くなっていくんだよね。そうか。途中からすっかり顔つきが優しくなっちゃって、なんならもう途中でガク頑張れとかって言い出すし、回も、漫画のさ、投資の回とかを見てると、すっごくこうちょっと何を考えてるかわからないっていうか、ちょっと意地悪そうにも見えるんだよね。そんな回がこうドラマになって、最初はその通りのキャラクターだったのが、ドラマの中で別の回に少しずつ成長していったんだろうね。なるほどね。その結果ね、優しくなってしまうっていう展開を迎えて。病気になってね、最初どうして自分がこんな目に遭うんだって怒りを抑えきれなかったりする人っていると思うんだけど、ただその辺のね、心理状態って乗り越えていくと、周りに優しくできるようになるもんなんだって、これ、がんの患者さんとかみんなそうらしいんだけど、そうなんだ。多くの人が当てはまるらしいんだけど、それかなと思って。自分の病気が進行してしまって。ガクが育ったというのもあるんだけども、これはもう信頼して任せられるって思ったんだろうかね。そうね。で、すっかり優しくなって、そして第9話ではね、もう野菜育てちゃってるんだよね。菜園で。もう、すっかりね、こう植物をめでるまでガクは優しくなってしまうんだよ。ガクじゃないや、カイは優しくなってしまうんだよね。だけど、そのカイのことを迎えに来たガクに対しても邪険に扱うことはなくて、すごいもう儚げな優しい笑みでね、ガク来たのかみたいな感じで出迎えるんだよね。全然キャラクター違うな。SNS とかでカイはね、カイ様とかって呼ばれてたんだよ。そうなんだ。当初、そのね、俺様キャラでね。もう、カイ様じゃないんだよね、もはやそこに。もう、カイ様ではあるかもしれないけど、どっちかっていうと、こう、王子様寄りのカイ様になっちゃってるんだよね。だからもう、カイもね、すごいキャラクター変わったなぁと思って。変わったね、そう思うと。ガクとカイがこう、逆を言ってるんだよね。
ああ、そうだね。そう、最初、こう、少しおとなしめだった額が、ちょっとずつ荒々しくなっていき、荒々しかった回が、ちょっとずつおとなしくなっていくっていう、ダブル主人公が真反対の成長していくっていう作りになってたんだよね。だからその辺のこう、対称性っていうのがすごくうまく作られてるドラマだなと思って。これまでの動画でも少し話してたけれども、布袋の考え方と回の考え方っていうのが、こう全く真逆であったりだとか、対称性っていうのをすごく重んじて、実は裏テーマなのかな、脚本になってて、すごく面白いなと僕好みの脚本だったんだよね。ああ、でも面白いね。比較してみると、実はこういう仕掛けになってたんだなっていうのが分かってきて、面白かったんだよね。だけどやっぱりそういう作りに少し強引さを感じる視聴者さんもいたみたいで。ああ、なるほどね。評判を見てると、ちょっとその展開が漫画チックすぎる。まあ原作漫画なんだけど、漫画チックすぎるみたいな評価もされてたりだとかして。とはいえ、まあ僕は脚本が特にね、面白いなと思ってながら見させていただきました。けれど、ほんと申し訳ないんだけど、びっくりするほど話題になってたんだよ。このドラマ。そうだね。ドラマもさ、もう今年2023年が終わろうとしていて、今年話題になったドラマ10選、そしてがっかりしたドラマ10選みたいな記事がちょこちょここうメディアから出始めてるんだよ。僕そういうのをよく読んだりしてるんだけど、面白かったドラマにもがっかりしたドラマにもどちらにも入らないで、フェルマーの料理。触れられてないですね。触れられない。なんならマイホームヒーローも入らないんだけど。まあまあね。だからね、もっと見てほしいなと思って。僕の作ったこう動画シリーズを見てほしいももちろんあるんだけど、本当にね、人間ドラマとして面白い作りしてるなと思うんだよね、このドラマ。まあ、ついでに僕の動画も見ていただければ、それはもう嬉しいんだけれども。いや、そんな感じでしたね。でもこれでダブル主人公の話ちょっとしたんですけど、あとちょこちょことね、かいつまんでいこうかなと思います。渋谷っている？原作。渋谷って誰だっけ？渋谷はカイの師匠です。いたっけな。あの人か、フォローさんの動画で上半身裸の人か。違う、それ淡島。違う人か。淡島いないよね、きっと。多分いないよ。いたっけ？だって上半身裸の人は、まああれは料理の汁が飛ぶと汚れて合理的じゃないっていう理由で裸なんだけど、そんな変なキャラはいない。いや、いない。っていうか、話の筋が違いすぎてさ。まあそうだよ。だって淡島がね、そもそも医者なんだよね。お医者さんなんだ。だから味覚障害の身の字も出てない原作では、出す必要のないキャラクターなんだよね。なるほどね。これはドラマオリジナルキャラクターということで、まあもしかしたら今後ね、それに近しいキャラクターが原作で出てくるかもしれないけど。そうね。で、その淡島さんのお家で一緒にご飯食べてるのが渋谷っていう人で、これがね、会の師匠に当たる人なんだよ。なるほど。伝説のシェフとされている人なんだよね。で、会の育ての親でもあるんだよ。これ、まあ第9話の動画もう一回見ていただけたらわかると思うんだけど、会がパリで捨てられるんだよね、親に。なんかね、そのエピソードはなんかあった気がするな。そうなんだ。違ったっけな。僕の動画見たせいでそっちに引っ張られてる可能性もあるからね。いや、確かにそのなんかあった気がするって。否めないけど。で、それをパリで捨てられていた貝を拾って、一流のシェフにまで育て上げたのが渋谷っていう人なんだよね。なるほどね。でもある時、貝が味覚障害を発症してしまって、で、それまで渋谷も貝のことを料理を極めさせるっていう目的でもう一心に育ててきたんだけど、そこで初めて貝が病気になってしまって、これはもう無理させられない。もう後継者を見つけるなりなんなりしたら、もう本当に自分と一緒に山に引こうと思って、野菜育てようっていう展開になるんだよね。なるほどね。本人そこまで言わないんだよ。本人ずっと伝説のシェフとして一線でやってきた人だから、子供の接し方、育て方っていうの分かってないんだよね。だから、貝のことを心配してるのか何なのか分からないけど、なんだか胸に巨来するこの感情は貝を守ってあげたいっていうことをベースに置いて行動してる人なんだよ。自分でもよく分かってないの、その理由が。傍から見たらどう見ても、ただ貝が心配でたまらないだけなんだろうなと思うんだけど。それもちょっと漫画チックなキャラクターだよね、そう考えると。そうだね。それが渋谷という人なんだけれども、そもそも貝の師匠っていう、漫画であれば多分こう10何巻とか積み上げた段階で出てきそうなキャラクターは当然まだ出てこないよね。そうだね。でも、師匠みたいなキャラクター多分いなかった気がするな。今後渋谷さんも出てくるかもしれないですね。いやでもね、この渋谷と貝の関係がいいんだよね。そうか。その渋谷は分かってないっていうところもまたいいしね。なるほどね。自分が貝に対して抱いてる感情っていうのが実は愛情なんだっていうことを自覚してないっていうのはね。そうね。これがね、イケオジだしね。そうなんだ。いいんですよ。
あとは、あれか、原作漫画におけるヒロインっているの？ヒロインヒロイン。ヒロイン役、誰がヒロインだろ一応ドラマでは、あゆっていうガクの同級生と、う。それから K のシェフであるランナがいるんだけど、はいはいはい。そのキャラクターはいるけどね。数学の幼馴染の神楽もいるんだけどね。はいはいはい。その辺女性3人いるんだけど、うん漫画ではこう別にね、そのガクやカイの相手役としてじゃなくてもいいんだけど、こう目立ってる女性役としては誰がいるのかなと思って。いや、だね、目立つか目立たないかでいう、その位置で言うと、そんなに変わんないかな。ああ、そうなんだ。そのポジションが違いすぎるから、職場で一緒に働く仲間だったりとかさ、同級生って立ち位置とか、数学の知り合いというか、全部違うからさ。ちなみに、原作におけるランナさんはどんな感じのキャラクターなの？でも割と、なんだろう、ガクとそんなに仲悪くない感じだけどね。ああ、そうなんだ。でもね、そんなにね、ないんだよ。その、人とこう、接する機会が。ああ、そうなんだ。そうまだね、全然だよ。まだ4巻しかないからさ。4巻しか出てないんだもんな。そう。じゃあまだどうなっていくかわからないということだね。そうね。まあでも、強いて言うのはこのあゆが一番、ヒロイン役って言ったら一番近いのかな。はいはい。あ、そうなんだ。ちゃんと出てくるんだ、原作でも。出てくる。あゆとガクの関係っていうのも、まあドラマ通して描かれたんだけど、まあとにかくガクが鈍感なんだ。そうだね。いろんなところに連れてっても気利かないし、一番すごかったのがそのね、わざわざガクの家まであゆが来て、自分はもうオーストラリアに行くからこれで最後なんだよって話をしたのに、まず引き止めない。当然のように引き止めない。いや、まさに応援してあげる、背中を押してあげるっていうのは、まあ正しいことだと思うんだけど、びっくりしてショックを受ける素振りすら見せないんだよ、ガクは。そうなの、よかったね、みたいな感じ。気にも留めてないぐらいの感じだね。気にも留めてない、そう。第2の衝撃が、そんなことよりも、お前の服をくれって言って、あゆの着ている、不覚36景のイラストが描かれたパーカーを欲しがるんだよね。その不覚36景が、その数学でいう黄金比を模してたから、もうそれが気になってしょうがなくって、その服奪い取るっていうのが、第2の衝撃。なるほどね。で、あゆは、お前は本当数学しか考えてねえなみたいなことを言って苦笑いしながらその服交換するんだけど、とどめの衝撃が、その後、あゆが帰るんだけど、特に見送りもしないっていう。あゆから奪い取った服を嬉しそうに抱えて、もう、家の中に戻っていくっていう。ひどいな、そのキャラクター設定が。ガクすげえなと思って。だけど、その自分のこと気にも留めてないガクを、あゆがもう振り返って、いや、まあ、ガクがこんなやつだしなっていう思いと、それから恋心で、最後にガクからもらったパーカーの匂い嗅ぐっていうところでそのシーンが終わるんだよね。なるほどね。いや、なんかもうそのなんかあたりのエピソード聞いても、もうまるっきり話があれだなと思って。違いすぎる。そう。いや、でもキャラクター的にもね。ああ、そっか。そんなにまだね、まあ掘り下げられてもいないんだろうけど、あゆがそんなに学にご就寝ってこともないんだね。まあなんかその、どっちかって言ったら、まあそういうのもあるのかもだけど、自分の大切な友達ぐらいの感覚かなって思って見てる。そうか。まあね、このドラマね、一通り見て、その踏まえた上で、ね、漫画読むっていう新しい楽しみ方ができるね、これ。確かにもう、これね、見ても全然話違うからさ、多分読んでも楽しめると思う。そうだよね。本当すごいよな。4巻まででドラマ4巻まで、もうガクは悩みっぱなしだから。そうなんだ。もう料理の壁にぶち当たりまくって、ずっと悩んでて、でその中悩んでる時にあゆとかあって、それでひらめくというか、そうなんだ、ね。何気ない一言とか、そういうのでひらめいて料理の方に行っちゃうみたいな感じの。まあその展開としては似てるけどね。まあ確かにね、あゆからヒントはもらいがち。ドラマね。ただ、ドラマはね、1話ごとにこう話が一つまとまっていくから、だからそんなにそうやって言われても、ガクがいろんなところでそう料理の壁にぶち当たってるっていう印象がないんだよ。そっか。結局ドラマね、45分の中で問題を、ぶち当たってもすぐそれを解決して乗り越えていくっていう話の展開がもう1週間ごとに繰り返されるから。そっか。結果、僕の中に残った印象は、ガクはマジで天才っていう印象しかないんだよね。
もっと泥臭い。そうなんだね。いや、これやっぱ漫画で見るとまた違いますね。そうだね。いや、面白いな。あと、最後に、うん、副料理長の固定なんだけど、うんうん。全然目立ってない漫画では。補填は、一応ね、右腕的な感じだよね。そうそうそう、貝の貝のね。右腕。彼もね、ドラマの中でちょっと掘り下げられる話があったんだけど、はいはいはい。漫画ではそんなにでもない。まだね、今、4巻の時にちょうど絡みが増えたかなって感じかな。おー、そうなんだ。僕ね、補填好きなんだよね。そうなんだ。多分補填好き多いと思うんだよ。そもそもこのドラマが話題になってないから、補填好き、私補填好きですって人見たことないんだけど。母数が少ないからね。そうそうそう。僕補填好きなんだよな。ほんとね、特に序盤は学のことなんて全然認めてないんだよ。はいはいはい。この前まで高校生だ料理をまるでそんなかじったこともないようなやつ連れてきてどうすんだみたいな感じだけど、学の料理を一口食べた時にめっちゃうまみたいな顔をして演技をしてくれるんだよね。はいはいはい。ほんとね、料理に向かい合った時にその嘘をつけないこの純朴さっていうのが前面に出てて。でもね、そのキャラクター性は一緒だよ。そうなんだ。いや、いいキャラクターだなと思って、美味しい料理の前にはほんと正直になっちゃうんだよ、あの人。いや、でも確かにそういうキャラクター。そうなんだね。貝とガクの間をちゃんと描いてくれるキャラクターというか。そうなんだね。そんな感じはするかな。いや、そうだよ、確かに。だから今回第9話でガクがパワハラ上司と化した後も、すごく自分が K で貝がいなくなった後に、学を支えていこう、学を料理長としてみんなで頑張っていこうっていった責任をしっかり持ってるんだよね。そうかそうか。だから学がどんな無茶なことを言っても、分かったやろうって言ってついてきてくれるのが補填なんだよ。なるほどね。きっとね、年長者だとか、それからもともとは一つのレストランを経営していただとか、そういうプライドとかもあるだろうに、しっかり学に最後まで寄り添おうとしてくれるんだよね。なるほどね。最後の最後でついに諦めちゃうんだけど、学のことを見放すことになっちゃうんだけど、それでも最後まで寄り添おうとしてくれたのは補填だったんだよね。でもなんかちゃんとキャラクター沿ってる感じするね。そうそうそう。で、カイも、補填をね、スカウトして、K に引っ張ってくるんだけど、でも補填は、K に来た後に、もう、カイの実力の前に挫折してしまって、自分で新しいレシピを考えるってことをやめてしまうんだよ。やめてしまうんだけども、もう、そしたらもうそれ以上補填の成長って見込めないじゃない。だけど、カイは、それでも、もう補填は自分の後継者足り得ないなっていうことを感じ取るんだけど、それでもやっぱりこいつは必要だっていうことで、K に残すんだよね。で、副料理長にまで抜擢して、ずっと一緒に働き続けてきたんだよね。なるほどね。だから成長性はもう、皆無なんだけど、もともと能力者高いのと、そうそう、安心感があるんだよ。そうなんだよね。あと、カイは基本的には、厨房で、最後の味見をしたりだとかして、メインで料理の腕を振るうってことあんまりしないんだよね。味見をしたり、仕上げをしたりっていうのがカイの仕事なんだけど、その中で、厨房で一番中心となって仕切ってくれるのは補填なんだよね。副料理長として。学が成長する前はだけど。だからその時は補填なんかは結構荒々しく指示を出したりするんだよ。そこをもうちょっと順序立ててやれとか、もっとテンポよくやれとか、そういうような指示を結構厳しめに出したりするんだけど、美味しい料理食べた時に顔がね、いいんだよね。そこがね。これはうまいぞっていうね、表現をしてくれるんだよね。いいな、なんかそれが。ね、で、またね、たまにプライベートな、私服のシーンが映るんだけど、補填の服がね、またこれがね、ヤンキー臭いんだよね。別にヤンキーキャラじゃないと思うんだけど、すごくちょっとヤンキー臭い服着てて、でそんな人が、厨房で怒号を飛ばしてるのはいいけれども、美味しい料理を目の前にした時にうまいなーって顔をしたりするのが、やっぱギャップ萌えというか。そこがあれだね、推しポイントだね。推しポイントだね、補填推しポイントだね。いやー、いないだろうな、補填推し。そう、あと最後にもう一人だけ。最後って言ってるけど、まごろくね。学の先輩キャラとして出てくるんだけど、原作では出てこないかな。いや、出てくるよ。出てくるんだ。多分ね。料亭の息子だよね。そうそう、料亭の息子。ドラマではね、最初、学のことを認められなかったんだけれども、一緒に料理を作ったことによって、しっかり照れて、そうね。もう、自分のことも先輩じゃなくて友達として扱ってほしいっていうようなことも言ってね、そこからは学のことを支えてくれる、本当いい友達というキャラクターに落ち着いたんだよね。その一緒にね、なんか頑張っていくみたいなシーンは
やっぱりあるからさ、原作にも。うん。なんて言うんだろう、一番こう近しいキャラクターだから印象強いよね、やっぱり。うんうん、そうだよね。共感しやすいキャラクターというか、こう、うんガクほどの天才性がないっていうのもね。そうだね。もうとにかくね、なんていうか、まあ、ガクも男優さんにこういう表現するのは全然名誉なことでもないのかもしれないんだけど、うん可愛いんだよね。はいはいはい。で、ガクを演じている高橋文哉くんも、まあ、可愛らしいし、うんそれからマゴロクを演じているのが、なんだっけ、板垣李光人くんなんだけれども、うん。まあ、ルックスがね、可愛らしいんだよね。あ、そうなんだ。あれでね、まあ普通にもう見た目がいいんだよ。よろしいんだよ、見た目が。はいはいはだけどね、この第4話か5話ぐらいで、モテる秘訣みたいな先輩面で、こうすれば学モテるんだぞみたいな腕まくりのエピソードを披露したりするんだよね。い。なるほどね。で、その次の話とかでは、ガクがこれ僕の友達ですって言って、そのお父さんが来た時に自分の友達をうん。紹介するっていう、で、その友達同士はまるで接点のないっていう地獄のランチ会を開くっていうエピソードがあるんだけど、うん。多分ね、隣にこう、神楽とあゆとまごろくが3人座らせられるんだけど、隣同士で。うんうんうん。多分ね、3人が3人とも誰だこいつと思ってるんだよね。なるほどね。うん。でもまあ一応ガクにとってはもう全員友達っていう扱いで地獄のランチ会を開くんだけど、まあ、そこでもね、一応まごろくが唯一のガクの同性の友人ということで、隣にね、女の子2人並んでて、一応ちょっと自分にもワンチャンないかなみたいな素振りを見せれたりするシーンがあるんだよね。別に特にそういう女性の影もない、モテてるようなことも特にないですよっていう3枚目のキャラになってるんだけど、うんうんうん。いやー、実際いたらモテるだろうなっていう可愛さなんですよね。もう推しじゃん。母性本能くすぐるんだよね。いやね。性別間違えたかな。くすぐられた。そう。ほんとね、全然ね、女性キャラを押そうっていう気が全然起きなくって、このドラマ見てても。ガクだの、カイだの、ホテイだの、マゴロクだの。押すところがね。まあでも、そう、何か印象、的なキャラクターがね。ね、そうなんだよね。はい。というわけで、フェルマーの料理をね、ざっと最終回、まだこれからなんですけれども、振り返させていただきました。はい。はい。ここまで、ああ、そうだったよな、という風に感じていただいたり、そういう見方あるのか、そっか、そこが実は可愛かったのか。実は、こういうところが、ギャップ萌えできるポイントだったのかということを感じていただいて、はい。ドラマをもう一度見るなり、僕の動画を見るなりしていただけると、まあ嬉しいなと思います。はい。はい。実は、こう、今収録しているのが、最終回の前日なんですけれども、まだちょっとね、盛り上がりにかけてる本ドラマですが、この動画も見て、全部見てみよう。もう一回見てみよう。これ明日楽しみだなと思っていただけると、大変嬉しいです。マイホームヒーローのところの動画でもちょっとお話ししてたんですけれども、うん。フェルマーの料理もですね、僕の考察や余計な話を省いた総集編っていうのを作って、だいたい2時間ぐらい聞いていただけると、ラジオ感覚で聞いていただくと、フェルマーの料理のドラマがざっと終えるという動画を作ろうかなと思ってますので、漫画勢の皆さん、ドラマはこんな感じでしたっていうのを、ドラマを見る気が起きなくても、ちょっとそちらを聞いていただければなと思います。まあ、ちょっとね、はい、漫画勢の内容が違うから楽しめるかもね、逆に。別の世界線ということでね。ただね、漫画勢の皆さんは別にこの動画見ないと思うんですけどね。残念なことに。そうか、行き着かない可能性もあるね。そうそうそう。なんとかうまいことね、行き着いてほしい。そうじゃないとね、このドラマ終わっちゃうから、この動画が再生される機会が減ってしまうのでね、ぜひ漫画勢の方に注目していただきたい。ということで、今日も歌丸さんここまでありがとうございました。ありがとうございました。はい。また次回どこかで対談できたらなと思います。そうそう。僕がこのチャンネルもうすぐ500人なんですけれども、500人になったら YouTube ライブをやってみたいなと思っておりまして、この時にまあ今日みたいな雰囲気でいろんなフェルマーだったり、マイホームヒーローに限らずいろんなドラマや漫画などのお話をちょっとしてみたいなと思っているので、はい。その時が次回の対談の機会ということで、ぜひお願いできたらなと思います。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はここまでご覧いただいてありがとうございました。じゃあ、フェルマーの料理最終回ですね。明日最終回ですねって言っても、この動画出すの最終回の後なんですけど、盛り上がっていきましょう。では、ぜひ良ければチャンネル登録、高評価などしていただけると嬉しいです。500人まであとちょっと、そして最終的にはですね、1000人目指してちょっと頑張っていきたいなと思いますので、2024年もよろしくお願いいたします。お願いします。歌丸さんの漫画チャンネルでも、フェルマーの料理取り上げてるので、そちらもご覧いただければと思います。はい、お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。